はい、こんにちは。多聞丸のカンコレ、多聞丸です。今日は熊形慶順一番艦出撃だ熊、こちらのね、攻略といいますか、任務の、配信をしていきたいと思います。それでは、早速作戦のね内容の方からご説明していきたいと思います。花屋さん、こんばんはです。今日も、よろしくお願いいたします。今日は、このくまちゃんのね活躍を見せていきたいと思いますので、よろしくお願いします。イディアさんも、こんばんはです。今日もよろしくお願いいたします。それではね、多分画面の方が切り替わったと思いますので、内容ですね、ご説明したいと思います。階層形順、熊海2、熊海2艇、機関の艦隊を、鎮守府近海航路、南西諸島、バシー海峡、北方海域、キス島沖、南西海域、マラッカ海峡、ペナン島沖、深部へ展開。各方面の作戦を成功させよ。以上この4海域で、攻略を、進めていくことになります。ただ今日はですね、攻略の方が2-2のパシー海峡と1-6の鎮守府近海航路の方はもうクリアしておりますので、残りのね3-2のキス島沖、そして7-3-2のペナン島沖の最深部ですね、こちらの方の攻略を今日はしていこうと思います。それでは、3-2のキス島から、始めていきたいと思いますね。鮭さん、こんばんはです。今日もね、配信しております。できれば最後までお付き合いいただけると嬉しいです。TMS TS 山さん、こんばんはです。今日も来ていただいてありがとうございます。だいぶね、寒くなってきましたけども、皆さんも風邪をひかずにね、温めて見ていただけると嬉しいです。そして最初の方はこのキス島撤退作戦になります。普段はこの海域駆逐艦だけで、攻略する機会が多いんですけども、今回が、慶順を1隻熊がねいないといけないので、他は、駆逐艦、あとは、電炭と、速力も、できればね高速プラスの編成でいきたいと思います。ちょっとルート固定ができるようでなかなかできない海域になっちゃうので、うまくいけばうまくいくんですけども、道中事故る可能性も十分あるので、きちんと状態を見ながら進軍していきたいと思います。それでは続いて編成の方の、紹介をしたいと思います。
それではね、画面も切り替わったところなので、編成の方はこんな感じにしています。改装されたクマ？呼んだクマ？クマには、手法、そして、高速プラスになるようにね、缶とタービンをちょっと積ませてみました。初めは水上偵察機とかね、水上爆撃機とかもう積んでみようかなと思ったんですけども、火力も十分あるのでね、この感じでちょっと行ってみようかなと思います。そして今回の月の駆逐艦たちは、初春型の、この4隻でいきたいと思います。節分は大切な儀式じゃ。いろいろな意味があるのじゃぞ。知っておったかや？今はもう節分イベントもね、並行してやっておりますけども、皆さんもだいぶ、豆ね、集めているんじゃないかと思います。初春、今回は、練炭と、タービンと缶ですね。こんな感じにしております。はい、ねの日だよ。ねの日。ねの日のね、声が3回出ましたね。装備は初春と一緒で、練炭、タービンと缶ですね。これで十分いけるでしょう。節分だとこの豆を提督に投げればいいのか？違うな。ではどうすれば？そして、若葉ですね。危うく豆を投げられそうになりましたけども、今回は鬼役が誰なのかちょっと把握してないので、もし知っている方がいらっしゃれば教えていただけると嬉しいです。若葉も、練炭と缶とタービンのね装備にしてあります。鬼は外福は内。提督にごめんなさい。片付けますね。そして最後は土もになります。鬼は外福は内。本当の節分は2月に入ってからになりますからね。でも、早いうちからやっていても、特に問題ないのかなという感じには思いますけども、初霜は、手法、そして缶とタービンの編成ですね。この中では一番連度が高いので、火力的にも、一番活躍を見込んでいます。はい。以上、5名で出撃していきたいと思います。多分大丈夫だと思うんですけどね。それでは早速行ってみましょう。3のキスト機ですね。クマを選ぶとはいい選択クマ。今日は、全体的に静かな、イメージというか、そんな感じの配信となっております。では、行ってみましょうか。ここ抜ければ、多分ね、ボスには行ってくれると思います。まずは、初戦、行ってみましょう。単獣神で戦闘開始です。なめるなクマ。敵艦発見。クマの実力を見るクマ。わらわには見える。大丈夫だ。この日の攻撃。ねの日あった。名乗り出す。
そうですね。5隻の編成にしてみました。もちろん、数が多い方がね、火力が期待はできるんですけども、この海域だけに関して言うと、かえってそれがあだになるというね、感じがしたので、5隻で行ってみたいと思います。ついてらっしゃい。はい、かすみよろしくお願いします。では、進撃をしていきましょう。初霜がね、ちょっとダメージ受けちゃいましたけど、まだいけますのでね、このまま行きたいです。今回は渦潮のコースに行ってしまいましたね。電炭の数が多いほど渦潮で消費される資材は減ります。最大で5つ装備していれば被害を最小限にとどめることができます。今日は艦隊の編成上3つしか積めなかったんですけどもね。金谷さん、運営のツイが出ましたか。2月5日メンテナンスということはもう2週間ですね。そうなるとやはり、豆の数も大体もう決まってくるという感じではありますので、可能な限りね集めていければと思いますね。それちゃったな。これは仕方ないな。でもまだ、進めるだけ進めてみましょう。なめるな逃がしはせん。クマの実力を見る。大丈夫だ。見てなさい。敵艦発見。クマの実力を見るクマ。わらわには見える。大丈夫だ。私が守ります。敵艦発見。クマの実力を見るクマ。なんとかね、初霜にだいぶ集中しちゃいましたけど、最後までかわしてくれましたね。やるときはやるクマちゃんって言われてるクマ。ここに来たらどうなるんだろう。そのまま右に行っちゃうのかな。やっぱりそっち行っちゃうんだな。クマ。ということで初回の戦闘は、外れちゃいましたね。作戦終了。報告見るクマ。初見さん、いらっしゃいです。ツイッターの方から来ていただいて本当にありがとうございます。多聞丸です。最近は、イベントもようやく終わったところで単発任務をさせていただいております。これでまたみんなを守れるわ。やはり道中のルートの方はちょっと固定ができなかったなということで、どうしようかな。
やはり、駆逐艦を5隻にしないと、ちょっといけそうにないですね。となれば、一応、聞くの、フォローしたかどうかということについてなんですけども、私今回も配信をこういうふうにしてはいるんですが、できるだけ多くのねカンコレのしてる方、それに近い方がいらっしゃればそういった方とお話がしてみたいなと、そういった思いで、それに近いと思われる人をフォローさせていただいております。もちろん、いろいろ、鎮守府のね様子はみんな違うと思いますし、使っているカンムスもね、好きなカンムス使っていらっしゃる方たくさんいると思います。そういった方々の、ご意見とか、いいところとか、そういうのも含めましてね、コミュニケーションが取れたらいいなと思ってやっております。そうすると、あと一席はどうしようかな。4水戦27区有明出るぜ、ついてこいよ。一応装備の方も高速の設定にはしたいので、いいね、助かる。あとはタービンを装備、タービンはこいつ嫌いじゃないぜ。なるほどねと、無言フォローが嫌だったわけじゃなくて、無言フォローって書いている人のフォローした理由っていうのにすごい興味があったということですね。確かに、なかなか人それぞれね、思いはあろうかと思います。でもなかなか私の周りでも、昔は、これをね、やってる方も多かったんですけども、最近はちょっと周りの方で話せる方もね、いなくなってしまったので、それではちょっと寂しいなと思いまして、こういった場で、同じ趣味の持てる方がね、話をできる環境があってもいいのかなと思って、始めてみました。なので、どこまで、そういった輪を広げられるかはわかりませんけども、モチベーションがね、続けられるうちは、と言いますかね、皆さんこうやって見に来てくれることで、元気をもらっているような感じです。本当に始めた当初は、ほとんどね、見てもらえる人も、少なくて、それでも最近だいぶね、こうやって見に来てくれる方も増えてきてますので、私も長くやっているというだけじゃなくて、少しでも皆さんの、役に立てるような情報もね、発信していきたいなとも考えてはいます。ただまだどういうふうに伝えていったらいいのかなっていうのも、
試行錯誤っていう感じで、なので、リスナーさんからね、最近始めたばかりであまりアドバイスはできないぞということでありますけども、ほんの気づいたことを、いただけるとね、それだけで、展開がガラリと変わることになりますので、私もそういった意見とかコメントいただければお返ししたいと思います。空母93さんこんばんはです。今日も来ていただいてありがとうございます。あとは嫁缶ですね。嫁缶、私の、多聞丸という名前から、まとっているのは、山口多聞提督、座上からいうところは、飛龍ではなくて宗龍がね、一番、付き合いが長いので、でも私的には飛龍が好きなので、二光線ということを、嫁缶というふうに、認識していただければいいかなと思います。イリアさん、有明持っていないので羨ましいですね。そうですね、この有明ね、だいぶ取るの苦労しました。多分イベントでは攻略では出てくれなくて、もう最後に攻略終わってからようやく何回だったかな、それでも20回ぐらいですかねで出てきてくれましたので、この子ね、改装した段階で、ダイハツが搭載できるっていうことが、最大のメリットといいますか、ポイントがありますので、遠征で回してるだけでもかなり、連打の方が上がってきてくれてます。よし、それではね、ちょっと疲労度がやっと治ったので、2回目行ってみたいと思います。クマ、出撃するクマ。じゃあせっかくだから二光線の MMD セイを作る。そうですか。それは素晴らしいですね。自分まだ、できることといえばこうやって、攻略動画をね、動画と言いますかライブ配信することくらいしかね、まだ覚えること、覚えてるのはこれくらいなので、MMD とか、っていうとね、ちょっと全く知識がないもんですから作ることはできないので、日々ね、勉強ですね。この程度では沈まんぞ。今から、夕飯ですね。全然それはもうご好意でやっていただけることでありますから、ね、もう時間はもういつまででもお待ちいたします。有明は輸送装備全部外して、県掘り用で輸送任務やりましたというね、やっぱりこういろいろ付け方ありますよね。皆の働きあってのことじゃ。あとは今日の
まあ、配信については、よろしくな。多分、まあ、20時30分、まあ、そのあたりまでの配信となりますので、よろしくお願いします。そして、まやさんですね。前回ちょっと活躍させることができなくて、あれでしたね。まあ、次回は、活躍できる場をちゃんとね、設けてあげたいなと思います。これでルートに乗りましたね。さあ、天佑我にあり。単獣人ですね。行ってみましょう。なめるなクマ。さあ、一転して、戦闘 BGM に切り替わりました。魚雷発射クマ。うりゃー。逃がしはせん。大丈夫だ。じゃあそこだろ。なめんなよ。見てなさい。なめるなクマ。待てってまだ進むわけに。お互い来撃してかなりダメージ出ちゃいましたね。では野戦に突入します。点で仕上げるクマ。魚雷発射クマ。逃がしはせん。思いの攻撃。大丈夫だ。やはり、駆逐艦の本体は野戦ですね。火力が違う。やるときはやるクマちゃんって言われてるクマ。いいですね。やはり、こうやってね、勝利取れるときがやっぱり一番嬉しいですね。超土級戦艦伊勢型の一番艦伊勢参ります。はい、伊勢さん、よろしくお願いします。ほんとね、前回イベントで航空戦艦の出番がなかったのもちょっと残念でしたが、まあね、そういう出番を作るのも、プレイヤーの役割なので、次は活躍できるところを出してあげたいです。作戦終了。報告見るクマ。これで、任務の方が、最初にもちょっとお話しした通り、最初のね、海域、1の6、そして2の2は事前に攻略していましたので、今日はこのキス島と最後のペナント最深部、こちらの攻略が、任務の達成条件となります。なのであともう1回ね、出撃をしていきます。その編成を、その前に海域の説明をしなきゃいけないですね。ないぐ助かるクマ。そうですね。攻略となるとやっぱりテンプレなっちゃうんですけどもね。その中でできるだけ多くの、カムスの活躍をね見せていきたいと思って今回はね初春型出てもらいました。ゆうちんさん、こんばんはです。私の記憶
違いでなければ多分初見さんだと思います。よろしくお願いします。タモン丸のカンコレ、タモン丸です。今は攻略動画を、攻略動画、ライブ配信ですか、させていただいております。多分画面の方が、ペナン海峡を抜けての、攻略図になると思いますけども、私もね、あまり、カンムスの歴史とか、活躍とかっていうのを、全部把握しているわけではないので、あまり細かいところは、割愛させていただいてますが、この7の3の2ですね、このペナント沖の作戦が、クマにとっては、最後の、作戦、輸送作戦だったんですね。その途中で、最後をね、迎えてしまったということなので、この海域を突破することは、そういった過去を乗り越えると、そういった意味も含まれているだろうと私は勝手に解釈しております。はい。編成については、ハグロと神風が、やはり必要になります。あとは駆逐艦の、3隻以上ということなので、先ほどと同様、速度が重要になってくるので、だいぶ、装備の方がね、そういった艦やタービンに捉えてしまうようになりますので、それでも火力を維持しつつ、勝利を取りに行きたいと思います。ありがとうございます。なんかエモいですねというコメントをいただいて、私もどうお返ししたらいいのかと思いますけども、では早速ね、この海域攻略をしていきたいと思います。そうですね、このディーマスが熊の沈没地点と書いていますか。ディーマス。そこは、ね、突破していけると思いますけども、どうしても今回の、条件が S 勝利になっちゃうんで、道中どれだけ切り抜けられるかが、ポイントになりますね。出撃するクマ。私を強化してくれるの？ありがとう。対戦装備もよろしくね。はい。それでは、7の3の2の編成は、このようにしていますというか、まだ書いてなかったな。熊の方にはですね、今回改装されたことによって、水上戦闘機が搭載できるということなので、あんまり意味ないかな。でも一応装備してみました。はい。あとの編成は司令官さん、こんな感じかな。節分ですね。ハグロが鬼役をしましょうか。それは。ハグロいいですね。いいですねというかね、この子は本当にもうね、献身的で、可愛い子です。でも戦闘となれば、もう、強いですよね。もうそれしか言いようがないといったところではありますけども、主砲、偵察機と、感度タービンの装備にしております。旧型ですって？バカね。駆逐艦の実力はスペックじゃないのよ。ね、神風型の、一番艦。どうしてもね、
ちょっと旧式だということもあって、まあ、火力はちょっとね、物足りませんけども、まあ、回避率は高いので、まあ、十分戦闘には持ちこたえられるでしょう。お茶にいたしましょうか。そして綾波ですね。もう前回はちょっとね、出番がなくて、今回出てもらうことにしました。まあ、火力と雷装はもう、まあ、口負荷の中でも、まあ、トップクラスと。まあ、その反面、対空と対戦がちょっと、まあ、低めな設定になっていますけども、まあ、それを補ってあまりある野戦火力がありますので、まあ、そこに期待ですね。なんだよ、私も忙しいんだけど。そして綾波とくれば四季波ということでセットでの運用となります。まあ、四季波は綾波と比べるとまあ、火力ですね。こちらは若干落ちますけども、その代わり対戦力が高く設定されていますので、まあ、対戦装備してないからな、どうしようかな。ひとまず対戦残ってるから、ちょっと手法を一つ下ろして、ソナーだけは積んでもらいましょう。いいのかよ、私とか強化してさ。何も出ないよ。ちょっと雑な装備編成ですけども、これで100超えましたのでいいでしょうね。司令官、節分ですね。お任せください。この朝潮、豆まきも全力でかかります。長いコメントでしたね。朝潮まだ一番艦、朝潮買いにてですね。もう、まあ、この子はもうね、オールマイティですから、まあ、特に対戦特化を考えて、まあ、対空もこなせますし、まあ、この海域では、まあ、ベストな選択だと私的には考えております。高速にはなってないな。あ、そっか、下ろしちゃったな。下ろしてた。はい。なかなかタービンだけはね、あんまり数揃えてなかったんで、まあ、これだけあれば十分かな。高速プラス高速プラス高速か。よし。画商令和3年、祝、今年は8周年、開発戦隊超会ですね。1月も早いもので20日になってしまいましたね。画商も今日までにしておきましょうかね。まあ、今日まではこのまま、鎮守符でいきましょう。では、マラッカ海峡、ペナン島、マラッカ海峡を抜けて行ってみたいと思います。クマ、出撃するクマ。この海域に入ってから、入ってからっていうか実装されてから、期間限定で、ドロップするカンムスがね、いるわけなんですけども、皆さんは
新しいカンムスに出会うことができたでしょうか。なめるなクマ。私はあまり開口できてないです、正直。出撃回数が少ないっていうのもあるかとは思うんですけども、なので少し期待はしています。全方向開いてください。19区打ち方特段今、カンムスとして、着任できるメンバーに関しては、このまま今現在だと全て、しまえばいいのに。着任はしております。なんですが、やっぱり複数持ちがね、あると、便利ではありますけども、全力で提督を勝利に導くわ。よろしくね。みすずさん、よろしくね。ということでね。とりわけ、私が欲してるとすれば、フォーラですね。TS 山さん、平戸ドロップですね。平戸もね、イベント回帰で、ドロップでないとね、開口できなくて、それもなかなか、容易じゃないところで配置されてましたからね。そういった意味でもね、ここで、ドロップできるというのは、この期間で、可能であればね、しておいた方が絶対いいです。イベントでも多分、また開講できるとは思うんですけども、元線確率が多分 1% とか 2% とかね、そういう確率できちゃうんで、狙って取りに行くともう大変時間もかかりますから、通常回帰で開講できる今のうちにね、出会うことができれば、ベストかなと思います。何さ、結局私いいけどさ。このね、四季並みの最後のへへっていうところを、大変気に入っております。さて、ここで、まっすぐ行くかどうかなんですがね、行きましたね。よし、行けたな。ただこの2級がちょっと手強いんで、ハグロと、綾波のね、火力で突破をしていきたいところですね。そうなんですよね。この海域の特殊ドロップが、継続中になってて、いつになったらなくなっちゃうのか、特に運営さんから明言されてませんでしたからね。そうですね。イベント中はもう海域に戻って取るというのはちょっと大変だったと思います。ですからこれで出てくれるっていうのはいいことだと思いますね。この海域から出ていけ。やります。打ち方始め。よく狙って。953ミオさんお料理で新シューマーをドロップしました。おめでとうございます。よく出ましたね。新シューマル、この子がいれば、多分今後のイベントではね、活躍することが期待されますからね。連動を上げていきましょう。やはり2級強敵なら落とせるか。頼む。よし、さすがの野戦火力ですね。
おめです。おめ新州ということね。結構ね、この新州丸は、このまま報酬感ではありましたけども、それ以外の入手がね、やっぱり難しいですからね。ハグロです。妙高型従順洋艦姉妹の末っ子です。ごめんなさい。そしてハネロですね。今回も、大活躍してくれました。本当にありがとう。作戦終了。報告見るかな。よし、これで、任務の方がね、達成できたと思いますので、確認していきましょう。はい、単発に。熊型軽巡一番艦、出撃だ熊。前回もちょっとお話ししましたけども、この熊の紹介ページでは、もう語尾に熊とね、たくさん付けられていますので、見ていただけるとほっこりしますね。お目やりですね。期間限定ドロップが新州丸、陣営、能代。陣営も大変でしたね。本当に私も出てよかったと思うくらい回数かかっちゃいました。では、受領していきたいと思います。報酬はこの3つの中からね、機銃とダイハツと、回収資材と、選ぶことになりますけども、ここは開発ができない、ダイハツを選んでいきたいと思います。この資材の550には何か意味があるんだろうなと思いますと、これはクマが5500トン級のということにあやかっての550なのかな、と思いました。はい。そしてダイハツですね。そして補強増設ということで、無事にね、任務の方が終了となりました。そしてこの補強増設は、クマにもう早速ね、使っていきたいと思います。本当にクマ今回のアップデートで、戦闘能力のことはもちろんですけども、水上戦闘機であったり、強くなったクマ。そうですよね。だったら5500くれてもねというふうにも思うんですけどもね、それをやってしまうとね、今後の報酬が全部1000単位超えちゃいますからね。目標増設はもうクマに使おうって決めてましたので、すぐに使わせていただきました。今まで戦闘力では、クマ、他のカイニカに負けないだけの、火力もね、雷装も、対空対戦ありましたけどもね、こうやって水蒸気の、運用ができるようになったということは、もう、今後のイベントでも、どこで使ったらいいか、非常に迷うカムスになってきたのは嬉しい戦力ですね。あとは、点型になれば、先制来撃もね、することができるようになりますし、さらに、ダイハツも搭載することができるということは、対地攻撃もできるということですので、そちらの方も、今後、ちょっと運用の仕方を考えていくのも楽しいなと思っています。という感じで、今日はね、改装されたクマ？呼んだクマ？
熊型一番艦、出撃だ熊のね、任務の配信をさせていただきました。攻略の方はこれで終了となります。はい、それでは、今日は何の日コーナーをね、ちょっとやらせていただきたいと思います。ちょっと用意をしますので、少々お待ちください。あと、もう、ね、配信も本当にこんな時間になってから聞くのもなんなんですが、ゲーム音とか私の音声とかっていうのは今日はちゃんと届いていたでしょうか。届いていたとは思うんですけども、特に問題ないのであればそれで越したことはないんですが、もしお気づきな点がありましたら次回改善するように努めますので、コメントとかでも残していただけると嬉しいです。あとはタイトル。ですね、それでは今日のね、何の日コーナーなんですけども、本日は、ちょっと見切れてるな、アメリカ、大統領の、就任式となっております。ニュースとかでもね、やっているので、多分お察しされていたかもしれないんですけども、ちょっと修正、西暦年が、4で割り切れる年に、大統領統一選挙が実施され、その翌年のこの日、大統領就任式が実施されます。去年投票ね、だいぶ揉めてましたけどもちゃんと、決定をしました。ただこちらは1937年の昭和12年以降、アメリカ合衆国憲法修正20条により大統領の任期は1月20日の正午に終了することとされており、その瞬間から次の大統領の任期が始まるということになります。本年1月20日、民主党のジョー・バイデン氏ですね、第46代アメリカ合衆国大統領に就任する予定です。就任しますと、歴代大統領の中では78歳、最高齢の大統領になるということになったそうなので、78歳、よくね、この年で大統領になろうと、チャンスがあればやっぱりやるというところもあるんでしょうけども、ちゃんと任期が全うできるのかちょっと心配な年齢ではありますが、それはそれでね。ただ、時間が1月20日正午というのは、まだアメリカ時間ではまだ1月の19日ですので、日本時間である今日ではなくて明日の午前2時ですね。この日の明日の2時には就任式が執り行われますので、もしご興味がある方で
この時間起きてでも大丈夫だという人がいらっしゃればね、実際ライブで見られるのもよろしいのかなと思いまして紹介させていただきました。はい。本日は、多聞丸のカンコレ、熊形慶順一番艦出撃だ熊をお送りさせていただきました。なかなかキストもね、久しぶりに出撃するとやっぱりテンプレじゃないといけないということがはっきり分かりましたし、ペナント置きも、今回はスムーズにいきましたけども、やっぱり道中がね、潜水艦もいたりもするんで、対戦装備もちゃんと充実させていかないと、ボス戦で勝利取れなかったりする可能性もあるので、そこら辺をね、意識していけば、攻略は割と、順調にいくんじゃないのかなと考えていました。はい。本日もね、最後までご視聴いただきましてありがとうございます。多聞丸のカンコレ多聞丸です。今日もね、たくさんの視聴者さん、リスナーさんがね、来ていただいて本当にありがとうございます。次回はまだ攻略してない任務で北の海から愛を込めてこの第3海域を攻略する任務がございますので、次回はこちらの方を配信させていただきたいと思います。本日も最後までお付き合いいただきましてありがとうございました。次回も見に来ていただけると嬉しいです。それでは失礼させていただきます。じゃあね。